N 図家庭菜園の中村です。今日は裏庭の方を撮影していきたいと思います。私たちが家庭菜園って呼んでる一番のことは、この場所で、私たちは、簡単な作物を作り始めました。で、この中、この、花壇ですね、レイズドベッドと、言いますけど、このレイズドベッドで私たちは一番最初のうちは簡単な、いろんな野菜を育っていたんですね。で、その時に近所のおばさんが、近くの方に来まして、頑張ってるねっていうような話をしてたら、うちにね、区画を貸し出している、畑があるから借りないかっていうことから、だんだん畑っていう形で大きくなってきました。それも本当に助かってます。年間、1年間で1000円しか払ってないもんですから、本当に、安くて、そのところは助かります。ただ、家庭菜園をやる、農業をやる、いろんな言い方があると思いますけど、その時に私たちは最初、自分たちのものだから、本当に肥料とかそういうのはなるべくあげないようにやりたいなっていう気持ちはありました。ただ、近所の方々に聞くと、家庭菜園をやるのに、やはり多少の化成肥料をあげないと育たないよって言われたのが一番最初でした。で、牛糞堆肥をあげたり、できれば、有機農法でやりたいなっていう気持ちから一番最初は始めたんです。ところが有機農法をやってて気がついたことは、その牛糞ですね。牛糞とか鶏糞。それに結構の量の、化学物質が入ってるなっていうのを気がついたことです。牛が大きくなっていくために、牛のためには結構の量の、ビタミン剤とかいろんなものをあげてます。それが悪いとか、毒性があるものはあげてないと思いますけど、ただ、栄養があるもんですから、牛さんも鶏さんもすぐに大きくなってきます。そんなような形のものをまけば、当然ね、大きくなっていくんですね。ですけど、これは本来じゃないんじゃないかなと思ったのが一番の、自然農を始めようとした始まりです。で、私は自然農と自然栽培っていう言葉をよく使いますけど、ここが難しいところなんですね。確かに日本の定義による自然農っていう言い方をすると不幸期で、そしてね、耕さなくって、やっていくことっていうのが自然農です。だけど私はアメリカにね、15年以上いたもんですから、パッと考えてしまうのは英語で考えてしまうんですね。ナチュラルファーミングって言った場合、不幸期っていう考え方はあまりアメリカにはありません。で、そういうところから私たちは自然農って呼んでるんですね。で、ナチュラルファーミングですね。そして、そういう牛糞堆肥とか、そういう有機肥料も使わなくって、できるんだったらいいなっていうことで私たちはやっています。で、私の仕事としては、今、この建物の中で、英会話を教えたり、私は英会話じゃなくて家内が英会話を教えたり、私はパソコン教室を教えています。小学校から高校生まで、のプログラミング、今スクラッチとか、Python とかいろいろ簡単なものを教えてるんですけど、それ以外に私はホームページをいくつか作っています。頼まれてここを直したりとかそういうことをしているものですね。ワードプレスっていうのをメインで使っています。で、そういうような時ね、ちょっと頼まれることが多くなると忙しくなって、なかなか畑の方にも行けない状態ですね。でね、あとはね、EPUB って言いまして、本を ebook、Kindle とか、そういう電子ブックっていう形で読めるようにする作業もしています。でね、ちょこちょこいろいろ手伝いながら、ね、仕事をしたしてもらってるんですけど、忙しい時と、暇な時、特に夕方は、ね、子供たちを教えるもんですから、忙しくなるもんですから、その辺がありますけど、私たちはそんな中で、仕事をしながら、十分、畑とか家庭菜園ができてますので、その様子を少し映していきたいと思います。今日は、こちらのレイズベッドで、イチジクと、ブドウと、何だったかな。落花生を育ってみますので、そちらの方を少し見ていきたいと思います。このところでは、
イチジクを育っています。で、イチジクもこれ3年目、4年目になると思いますけど、イチジクがだんだん成長してきました。そして今私たちは、こうやってイチジクの、出てくる葉っぱに対してですね、枝に対して、このような、ね、棒を立てて上の方に伸ばすようにしています。そうすることによって、葉っぱがなるべく土につかないようにするっていう目的ですね。で、この、ね、棒もですね、イボ竹っていうかな。これ、16ミリの210センチの、イボ竹です。これをダイソーで500円で5本、5本で売っていますので、それを使って、やるようにしています。2メートル10もあると、まあ、上の方まで行ってしまうんですけど、まあ、それで、ね、私たちは、イチジクを育てようとしています。去年はですね、ほとんどこういうことはしませんでした。というのは、去年はまだ実が、そうですね、10個、20個ぐらいしか取れなかったもんですから、そういうことはしずに、私たちはね、そのまんまにしておいたんですね。そしたら、この枝がみんな下の方に這いつくように、土がついてしまって、あんまりいい状態じゃないなっていうことで、自分なりに考えまして、このイボ竹を、このように、50センチ間隔ぐらいにつけて、そこのとこに枝をつけていくような形で今やるようにしています。少しね、撮影していきますね。このように、ちょっといっぱい葉っぱがつきすぎているところもありますけど、今、少しずつ上の方にこれを伸ばそうとしています。そして、この間の台風で分かったことは、台風などが来るとですね、葉っぱが土についてしまうもんですから、あんまり土につけたくないっていうことで、このイボ竹を使って今、葉っぱを上の方に上げるようにしています。これがいいのかどうかっていうのは、まあ自己流でやってるもんですから分かりません。まだこちらの方は、3年目なもんですから、まだそういう枝をつけたりはしていません。イボ竹をつけたり。これが、これも3年目ですね。こんな感じで、今、できています。これが、イチジクですね。それと、このちっちゃなのもイチジクです。これもつい最近もらったイチジクで、今ね、葉っぱが、これが、今年植えたばっかりのイチジクですね。こんな感じで少しずつ葉っぱがつき始めています。これがだんだん大きくなっていくと思いますね。これはうまくいってないな。これなんかもできてますよね。で、こんな感じで、イチジクを少しずつ触って、これはまた、1年目経った後に、移設するような形になると思います。で、このところでは、真ん中のあたりに、この葉っぱでわかるかな。落花生です。ピーナッツですね。ピーナッツがこんな感じで点々と植えてあります。で、このピーナッツもですね、うまくいくかどうかまだわかりません。今年初めてやってみました。でね、私たちはあんまり雑草を刈ることをしてないんですけど、そんな中で、栽培しています。ある意味で不幸期っていう言い方をすれば、耕さずにやってるもんですから不幸期かもしれないですね。で、こういうようにレイズドベッド、レイズしてあることによって、私たちはそこを踏み荒らすことをしないもんですから、土が硬くなることなく、成長させることができます。それとですね、私たちはここに一本のブドウの木があります。このブドウの木がだんだん大きくなって、いい雰囲気だったんですよね。で、ブドウの木が伸びてきました。ところがですね、実がつくかなと思ってこんなようにしてたら、みんな枯れてしまいました。まあ私たち実質、こういう果樹に関しては素人ですので、毎日のようにチェックしてないんですね。ここなんかも3週間ぶりぐらいに来たところで、裏庭って言ってもあんまり私たちここに来ることがないんですね。で、そんな感じで、まあそのまんまで育つんだったらいいなっていう気持ちでやっています。あとですね、こちらにはレモンの木がありますね。このレモンの木は去年10個ぐらい取れたと思いますので、もう少し取れるんじゃないかなと思って、だんだんこれも大きくなっています。娘がこの
レイズドベッドをプレゼントしてくれた時に、この記念樹だっていうことでレモンの木をいただきました。で、これで、だんだん育っているところですね。私たちはプランター栽培はあんまり上手ではありません。ですけど、今ここで、ここはトマトですね。トマトの苗を、自分で作った苗をここのところに植えました。どうなるかなと思って見てるところですね。これがオクラの早生のね、あれですね、ダイソーのオクラです。オクラの実がもうこんな感じででき始めてますので、なんとか取れるんじゃないかなと思っています。これは雑草。これはですね、ヘチマですね。ヘチマが今少しずつ伸び始めています。ヘチマもちょっとこのところでね、プランターでやってみようかなっていうことでやっています。あとこちらの方には、アロエがあったり、いろいろしてるところですね。こんな感じで私たちは裏庭で、今はちょっと自分たちなりにアレンジしながら、こんな感じになっていますけど、これで、イチジクが取れたらいいなっていう気持ちと、あと、そうね、落花生も取れたらいいな、レモンも取れたらいいな、シャインマスカットも取れたらいいなっていう気持ちです。あんまり期待しないでください。自分たちがやれる範囲でやっていますので。それと、このところには人工芝が引いてありますけど、人工芝が引いてある理由は、雑草が生えてこないようにっていうことだったんですけど、雑草が本当によく生えます。それ雑草の除去の方法を少しお見せしたいと思いますね。私はこのような棒を使って、畑では三角砲っていうのを使うんですけど、私は家にはこれがありますので、これで、雑草を取るようにしています。どういうふうにするかっていうとですね、非常に、簡単で、こういう継ぎ目のところから雑草が生えてきますね。とか、いろんなところから雑草ってたくましくて生えてきます。それをこする。こすり取ってるっていうような感じですね。で、これを、こういうような袋に私は集めるようにしています。で、集めたものを、その後レイズドベッドの中に入れ込んでる。土の間に入れ込んでるっていう。何週間経ってから、この雑草自体を、これをね、土の中に戻すようにしています。それが私たちの栄養だと思ってください。で、それで十分、育っているもんですから、私たちとしては嬉しく思っています。私たちは、農業のプロではありません。だから家庭菜園って呼んでるんですね。で、去年までは私は、ちょっと山の方なんですけど、30分、40分ぐらい離れたところの中学校の ITC 支援員っていうのをしていました。2年ぐらいそれを行ったんですけど、子供たちの方がよく知ってるんですよね。その iPad の使い方とかいろんなのを教えたり、私ができたのは、ここをこうしたらこういうことができるよっていうことを教えてたんですけど、大変なのは、市の教育委員会はこういうことを教えてもらったら困るとか、そういうことが多かったんですね。で、私は、継続するのをやめまして、自分としては、自分がやりたいようにやるっていう方法だけをしています。農業も同じです。この家庭菜園においても自分たちが調べて、これがいいなと思ったものを挑戦しています。実験しています。で、そこの中で、良かったものをなるべく繰り返してやっていく。これがいいよっていう YouTube の案内で、それをやってみたらうまくいかなかったっていうものもいっぱいあります。ですけど、それだけではなく、自分たちは楽しんでやればいいんじゃないかな。自分たちの時間があるところだけで、毎日もう向きになって、これのために必死になってね、草も取らなきゃいけないし、これもやらなければいけないっていう気持ちでやるんではなくって、自然体でできたらいいなっていう気持ちだけでやっています。
ですから、まあ、ある時は朝早く、5時、6時ぐらいから、ね、作業をしたりしている時もあります。ですけど、そんな中で、ね、まあ、私たちが分かってきたことは、農業をやってる人たちはすごいなっていうことですよ。本当に朝早くから、もう夜までいろんなことをしているのを見ていると、それには頭が下がります。ですけど、自分たちは、まあ、自分たちの方法で、自然体でなるべくやっていこうかなと思いますので、もし、興味がある方は、登録されて、また、ね、いいねボタンを押してくだされば、本当に感謝です。今日はこんな感じで終わりたいと思います。どうも。